この動画は過去動画の再放送です。途中紹介されている別動画は、現在アップされていないものもあり、リンク切れしている場合がありますが、ゆっくり再アップしていきますのでお待ちくださいね。それではご覧ください。こんにちは、斉藤直樹です。今回は、これ知ってる？うまく描くための環境づくり5選ということで、絵を描くって聞くと皆さん真っ先に思い浮かぶのが、絵の練習ですよね。もう何度も何度も絵を描いて反復練習して、そして徐々に絵が上手くなっていくっていうのがまず頭に浮かぶと思います。それは間違いじゃありません。絵は頭だけじゃなく身体性、フィジカルが伴うので、実際に自分の体を使って徐々に体に覚え込ませていく必要があります。それが絵の上達に必要なのは間違いないんですが、でもですね、絵がうまく描けない理由ってそれだけじゃないんです。むしろ本当は絵が上達しているのに、これを知らないことで、あれいつまで経っても絵が上達しねえなってね、自分の成長を自分で感じ取れなくなっている人が多いんですね。これはですね、もったいないということで、今回はこれを知っていることでさらに絵の上達を促すことができる、上達を加速することができる絵を描くための環境づくり5選をお伝えしていければと思います。ぜひ最後までお付き合いください。それでは早速いってみましょう。常に絵全体を見渡す。はい、これはですね、僕が絵を描くときに基本中の基本としている考え方の一つです。僕の動画をいつも見てくださっている人は気づいていると思いますが、僕は絵を描くとき、常に右上の方に縮小画像を置いております。これですね、これなんで置いているのかわかりますか？動画のね、右上の方が空いているから間を埋めるために置いているわけではありません。僕は絵を描くとき、もう 100% と言ってもいいんじゃないかと思うんですが、この縮小画像を必ず置いております。そのぐらい重要にしていることなんですね。というか、これなしでは僕も絵を描くの怖いです。これなしじゃ。それはなぜか。なぜここに縮小画像を置く必要があるのかというと、この縮小画像は客観的視点、つまり他人から見た時にこの絵がどう見えるのかという印象に近いからです。絵を描く側の視点からするとですね、まさに絵を主観的に描いているわけですから、ぐーっと絵によって身体的にも精神的にもぐーっと寄ってこの絵を見ているわけですよね。でも絵を見る側の視点、この絵を見てくれる人はどう見ているでしょうか？何の先入観もなく、なんなら別のことをしていたりして、別のことを考えている最中にこの絵を見るわけですよね。その時の視点って近くまで寄った状態で見るわけじゃないじゃないですか。視点としては結構引き気味に一瞬の印象がパッと目に飛び込んでくるだけだと思うんですね。その印象をここに作り出すためにこの縮小画像を置いているんです。もうね、絵を描いている時は自分の世界に入り込んでますから、よーし、いい感じ、この細部の書き込みが最高だぜとかね、思って描いてるじゃないですか。そんな時にこの縮小画像をふと目に映すと、今一生懸命1時間ぐらい描いた細部の書き込みの処理が縮小画面ではもう全然見えなかったり、効果が薄いことって結構あるんですよね。それを発見した時にきちんと冷静になって、あ、この作業無駄だわ、もっと他の人から見て効果の高い方法を探そうって我に返るきっかけになるんですね。絵の教室なんかに行くと最初に言われることがあります。それは絵からとにかく離れなさいということです。もうですね、アナログが得意な人は1分描いては絵から離れて確認して、そしてまた1分描いてはまた離れて確認して、その作業をもう何百回も何千回も繰り返すんですね。デジタルではですね、それを縮小画像を横に置くという環境を作り出すことで、ちょっと反則技的に実現することができちゃいます。これやってないっていう人は非常にもったいないので、ぜひこの方法を取り入れてみてください。ヒストリー機能を使う。実はこれも何度も言っていることなんですが、人に聞いてみるとあんまり活用している人がいないので、改めて紹介します。これは Photoshop だけにしかない機能なのかな。ヒストリー機能ですね。僕はクリスタも併用しているんですが、クリスタをメインにはしない理由がこれです。ヒストリー機能、とりわけスナップショット機能がないからですね。このスナップショット機能はすごく便利で、しかも絵の改善に非常に役に立ちます。例えばこういう絵があったとします。現時点で
良いとは思っているんだけど、どこか違和感がある。顔のバランスなのかなっていうことで、顔のバランスを変えてみます。そうした時に、変更前と変更後、見比べたいですよね。そんな時に、スナップショット機能です。ヒストリーメニューのこのボタンがありますよね。ここをポチッと押すと、メニュー画面の一番上に、その時点のスナップショットが作成されます。これは、この時点のレイヤー情報も完璧に保存されますので、ここを押すだけで、この時点にいつでも戻ることができるようになるんですね。なので、元々の状態でスナップショットを一度撮っておき、その後、改善した時にまたスナップショットを撮っておき、そしてまた違うパターンを作った時にもう一度スナップショットを撮っておけば、ほら、ここをポチポチするだけで、今変更した部分が良かったのか、それともいまいち良くなかったのか、見比べながら確認することができちゃうんです。こんなに簡単に。この機能があることでですね、もしこれをやったら、この絵はどう変化するんだろうっていう思いつきを気軽に試すことができますし、試したパターンをワンタッチで比較することができるようになります。絵を上達させるには、この比較という行為が何よりも重要になりますので、そういった意味でもヒストリー機能は絵を上達させるための環境づくりに非常に大事な要素だと思います。あんまり使ったことなかったっていう方はぜひこの機会に使ってみてください。すごく便利な機能です。ツールを疑ってみる。絵を上達させるためには自分が使っているツールを疑ってみることは非常に重要です。あんまりツールのせいにばかりするのも考え物ではあるんですが、実際ですね、ツールが悪いからうまく描けないっていうことも多いです。例えばですね、一番わかりやすい例で言うと、ブラシがあります。それまでね、ツルツルしたブラシを使っていたけど、試しにザラザラしたブラシを使ってみたら、非常に使いやすくて絵を描くのが楽しくなった。はかどるようになってきた。という例がとても多いです。実際僕も今までこのような、フォトショップのツルツルしたブラシを使って、お仕事の絵を描くことが多かったんですが、仕事以外の自分のオリジナル作品を作るときはですね、このクリップスタジオで無料配布されている菓子ペンというペンを使うことが多くなってきました。これはイラストレーターの作者2さんが以前紹介していたブラシで、僕も一度使ってみたら、このザラザラした描き味が、俺はこういう絵が描きたいんだっていう思い、自分の心を非常に反映してくれるような質感になっていて、その気分とマッチして描くのがすごく楽しくなったんですよね。ブラシを選ぶ時には自分が表現したい気持ちだったり雰囲気をより反映できる、自分の心の形に沿ったブラシを選択できると、とても筆が進むようになると思います。なんとなく最近絵を描くのが楽しくないんだよなって感じている人は、もしかしたらブラシ選びが自分の心の形を表現するのに適していない可能性があると思います。時間がある時にいろいろなブラシを試してみたり、あるいは自分でオリジナルのブラシを作ってみたりして、自分に合ったブラシを模索してみるといいと思います。それと今は例えとしてブラシについて紹介しましたが、広くツールという意味においてはいろいろなものを疑えると思います。例えば以前紹介したように、タブレットの後ろにペットボトルの蓋をくっつけて傾斜をかけて書くようにすると驚くほど書きやすくなりますし、ちょっとこれはペンが壊れやすくなるらしいので全員にはおすすめできませんが、ペンタブレットのヘッドの部分にセロテープを貼ると、書く時にペンの沈み込みが減って驚くほど書きやすくなっちゃいます。他にもですね、工夫次第で書きやすいツール環境を整えることができると思いますので、こうやったらもっと書きやすくなるんじゃないのかなってね、考えられる限り想像を働かせて環境を整えてみてください。資料を横に置く。以前から僕はうまく絵を描くためには資料を用意してそれを見ながら絵を描くのが重要だよというお話を口を酸っぱくしながら言ってきました。その効果も相まって最近ではめんどくさいけど斉藤さんが言ってるから絵を描く前に資料探しするかってね、そういう声が聞こえてくるようになりました。これはね、いいことだと思います。素晴らしいです。ただですね、ここで安心してはいけません。というのは実はですね、うまく書けるようになったという声と同時に、いや、言う通りに資料集めてみたんだけど、それでも全然うまく書けないんだよ。どうなってんだよ。言う通りにやったじゃんっていう、そういう声も聞こえてくるようになったんですね。そしてそういう方の絵を見ていると、割と一貫した特徴があるんです。それはですね、残
残念ながら集めた資料が絵にあんまり反映されてなさそうということです。きっとですね、一生懸命資料は集めてきたと思うんですが、肝心のその資料があんまり絵に生かされてなさそうという気配を感じるんですよ。で、その原因は何なのか僕なりに分析するとですね、おそらく資料を用意したことに安心してしまって、あんまり資料を本気で観察していないんじゃないかと思うんです。例えばですね、これ僕も覚えがあるんですが、資料を本で用意した場合ですね、本って机の上に目的のページを開いておきながら書くのってやってみるとね、結構大変なんですよ。ずっとね、そのページを押さえながら書かなきゃいけないですし、本によってはね、もうめちゃめちゃ重いですからね、絵を描くどころじゃなかったりするんですよね。そんな時に僕がおすすめしているのがこういう本立てです。こんな風にね、ここに本を立てかけて固定していくための機構がついているんですが、これを使うとですね、手を使わなくても、よいしょ、ほら、ここで固定してくれているので、これを机の上に置いておけばですね、これだけで固定しておくことができますし、見ながら書くのも非常に楽になります。もし本立てを用意するのが億劫な場合はですね、スマホでパシャッと写真を撮って、このように絵のすぐ脇に置いて絵を描くのもおすすめです。このぐらい近いところに資料を置いておけば、嫌が王にも資料を観察しながら絵を描くことができます。より資料を見やすい場所に置いて、絵を描きやすい体勢を整えて、その上で絵を描くという環境づくり、意識してみるといいと思います。人の絵を見てイラッとしたところを覚えておく。ちょっとこれは少し精神論的な話になるかもしれませんが、意外に重要なことなので最後にお伝えします。お絵描きの上達って一口に言いますが、上達にはいろいろあります。デッサン力や構成力、構図力、テーマ選びやネタ作り、新しい技術なんかもありますよね。それに発表の仕方や展示の仕方まで、もうね、様々な分野での上達があると思います。でも自分にとってはどこを上達させるのが一番効果的なのってちょっと迷ってしまうことがありますよね。そしてそんな迷ってしまう環境の中では、どれを上達させればいいんだ、自分にとって一番最適な上達法って一体何なのって不安になってしまうことはありませんか？これを解決できるかもしれないある考え方があります。皆さんは人の絵を見て、なんでこんな適当な感じにするわけ？自分だったらこんなことしないのに、もうちょっとこうするだけで良くなるじゃんって思うことありませんか？僕はですね、過去何度もありました。でもこれってなんであなたがイラッとしたのかわかりますか？それはあなたが今イラッと感じた部分、それを改善できると思っているからです。もっと言うと、こんな普通のこともできないの？俺だったらこんな手抜き工事やらないよっていうぐらいあなたにとって普通のことなので、だからそれができていない作品を見てイラッとしてしまうわけです。そういう作品を見た場合、その作者に文句を言うわけではなく、これって俺が得意な分野なんだ、俺が得意だからできていない人を見てイラッとしてしまうのかって思ってですね、次に自分が作品を作るときには特にそこに意識を向けて得意技を披露するかのように作品を作ってみてください。構図にイラッとしたなら構図にこだわってみる。デッサンにイラッとしたなら自分の作品を作るときにデッサンにこだわってみる。そういう風にしてみてほしいんです。実はですね、自分が得意なこと、それを自分で認識できている人って非常に少ないんです。それだけに自分の得意を自分で認識することができれば、それだけでかなり強力な武器になるんです。今まで紹介してきたようなお絵描き環境とはちょっと違いますが、これを意識できているのとできていないのとでは上達スピードが段違いだと思います。ちなみにね、僕が得意な分野は構図だと思います。人からもね、斉藤さん構図うまいねって褒められることがあります。でもですね、これは実は最初から得意だったわけではなく、むしろ最初は苦手でした。ある日ですね、仕事で提出したイラストがあまりに構図がひどかったのか、クライアントさんからこう言われたんです。斉藤さん、絵はいいんだから構図もっとなんとかした方がいいよ。じゃないと見栄えしないよ。クライアントさんってね、基本的には作家とギスギスしたくないですから、あんまりね、こういうことって言ってくれません。でもその方はそれを押してまで僕に構図のことを指摘してくれたんですね。もちろんね、僕も20代で若かったですから、それ聞いた時にね、
なんだとってね、最初はめちゃくちゃ悔しかったんですけど、でもね、後でその人の気持ちを考えたら、この人は僕からそう思われる可能性も考えつつ、でも僕に成長して欲しかったから、あえてあんなこと言ってくれたんだなってね、感謝しました。そしてね、何よりもそう言わせてしまった自分がめちゃくちゃ恥ずかしくなったんですね。それ以来、構図に関しては何も文句が言われないように、もう超真剣に取り組んだんです。そしたらですね、いつの間にか僕の感覚が変わっていたようで、構図ができていない絵を見るとですね、徐々に敏感になっている自分に気づきました。そこで気づいたんですね。俺構図得意になっちゃったかも。僕の場合は後天的に手に入れた得意でしたが、皆さんの場合はもしかしたらもう手に入れている得意があるかもしれません。それに気づくためのきっかけとして、誰かの絵を見た時に、なんでこんなこともできないんだよとイラッとしてしまう部分、ここに目を向けて文句を言うわけではなく、それを自分の絵に活かしてみてください。それがあなたの得意な部分である可能性が非常に高いからです。ぜひこの考え方取り入れてみてはいかがでしょうか。以上が今日僕が伝えたかったことです。いかがだったでしょうか。それと今回は上達のための環境づくりについてお話ししてきましたが、もっと具体的に上達法を教えてくれよ。どのポイントに気をつけてどんな練習法をすれば手っ取り早く短期間に上達するのさ、なんていう疑問もあると思います。そんな時にはこちらの動画、効果第1ヶ月集中画力アッププログラムハードモードがおすすめです。夏休みなどの長期休暇に実践できるように上達の要素をギュギュッと詰め込んだ内容になっておりますので、興味がある方はぜひ試してみてくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ということで再放送をお届けしました。いかがだったでしょうか。新チャンネルのチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。